ちは、メイです。今回は前作の飛び出す動物の森の駅を再現したものと、駅員さんが寝泊まりしていたであろう宿直室も作りました。再現するために何年かぶりに飛び森をつけたのですが、懐かしすぎていろんな思い出が蘇ってきました。それでは本編へどうぞ。飛び森の駅の中はこんな感じです。これを再現していきます。部屋の大きさは 10×8。窓はなし、エントランスは一番右です。照明は白で一番明るい色です。環境音は電車です。壁紙と床はこのようになっています。この位置に石畳のラグを敷いていきます。一番右に自宅のタンスとつながっているロッカーがあるので、それを置きます。次に柵をつけるのですが、ちょうどいい高さと色の柵がないので、パーテーションポールで代用します。駅員さんの座っている部分を作ります。大きな掲示板のようなものが家具にないので、キャンプ場の看板で代用します。柱に壁掛け家具を飾れないので、公園の時計を代わりに置きます。柱の部分を作っていきます。ロッカーの後ろにゴミ箱を置きます。左端に消火器を置きます。改札口をスチールフェンスで代用します。ソファを見せる必要があるので、それを見せている最中ということにします。待合の椅子を置いていきます。村の旗がここに飾られています。柱につけれないので、吊り下げサインに自分の島の旗前入れ座をつけて飾ります。ここに窓を作ります。今回はアクセントウォールを白に選んだのですが、アクセントウォールの色に合わせて窓を作るといいと思います。窓の端が不自然なので、なじませるために白い柱を置きます。ここも窓の色に合わせるとまとまりが出ます。反対側も同じように柱を置いていきます。駅の内装は完成です。宿直室を作ります。部屋の大きさは 6×6。窓はあり、エントランスは一番左です。明るさは白で最大の明るさです。環境音は1階と同じく電車にします。壁と床はこのようになっています。ここに畳を置きます。昔の木造建築宿直室の寝室は畳が一般的なようでした。境目に仕切りを作ります。仕事できっちりしている分、部屋はだらしない感じにしていきます。右奥にキッチンを作っていきます。
だらしないシリーズは生活感が出せるので本当に好きです。昔の冷蔵庫は小さくて木目があるイメージです。家具はなるべく色を揃えていきます。実装されたこの缶詰いいですよね。1マスでたくさん置いているように見えるので好きです。テーブルは窓の真下に来るように置きます。昔の日本の夜間といえばこの色と形ですよね。鉄道系の漫画を読んでいるという設定です。こういうところにはエアコンが大体ないので扇風機を置きます。レトロなポスターの代わりにナターシャちゃんにしておきます。カラカラ音が鳴っていそうですね。忙しすぎて掃除がおろそかになる駅員さんっぽくするためにクモの巣を晴らしていきます。時間厳守なお仕事なので時計は外せないです。いろんな鍵を持って仕事に行っているような気がします。こちら側にも時計を置きます。調べてて知ったんですが、宿直室のベッドには時間になると膨らむ装置がついていて、物理的に起こしてくれるようになっているようですね。絶対に遅刻できないお仕事ならではでしょうね。ここに身だしなみを整えるための場所を用意します。リサイクルペーパーを置いて宿直室の完成です。舞台はここです。地図で言うと C の2です。飛び森の駅の外観はこんな感じです。スマホ撮影のために画質が悪くて申し訳ないです。駅を再現していきます。形は自宅の最終形態。屋根は緑の瓦屋根。壁は茶色い石の壁。ドアは黒い縦長の窓のドアです。駅舎となる家を入り口正面に来るように置きます。後ろに線路を敷いていきます。向こう側に渡れる場所を作ります。柵を立てていきます。家の両側に石みたいなものがあるのですが、ちょうどいい家具がないのでミニ冷蔵庫で代用します。この石の部分を使った線路に入れるバグが流行りましたね。遮断機の代わりに電柱を立てます。最初の種吉強制ミッションの一つにこの掲示板に書くものがあるんですよね。駅前の石畳を再現していきます。飛び森は島繰りができなかったのでひたすらにマイルザを敷いていました。周りに木や花などを植えていきます。木の植え替えという概念が存在しない世界だったので、当時の私はものすごく慎重に植えていました。植え替えの概念ができたつもりは控えめに言って最高です。石も固定で不便でしたよね。あつ森では雑草もかなり可愛くなりました。前作では二股に分かれている雑草しか種類がありませんでしたね。電車の代わりに汽車を置きます。アップデで電車来るかなと思ったらまさかの汽車でしたね。先ほど消してしまったマイルザを追加していきます。
これで完成です。いかがだったでしょうか？飛び盛り発売してからもう10年なんですね。本当に時が経つのが早いです。飛び盛り懐かしいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴してくださりありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。